RX121-1 ガンダム TR1 ヘイズルカスタム。ガンダム TR1 ヘイズルカイはティターンズのテスト部隊である T3 部隊に配属された RGM79Q ジムクエルをベースに、ガンダムヘッドが敵味方に与える心理的影響をテストするために作られたガンダム TR1 を修復した機体である。この機体にはそれまでに蓄積された実戦データと機体開発のノウハウが盛り込まれており、モビルスーツとしての完成度が高められている。外観は金星なフォルムになり、機体の軽量化やスラスター出力の強化で推進力も向上し、全体的な性能を底上げすることに成功。コックピットには当時の最新技術、全天周モニターとリニアシートシステムが試験的に導入され、OS もバージョンが更新されたため、機体の操作性は初代の TR1 より大幅に進歩し、より実践的なモビルスーツへと変わっている。というわけで皆さんどうもお疲れ様です。プラシケです。すいません、更新が止まってましたが、コロナで療養をしておりました。だいぶ良くなったので、本日動画レビューをアップしていきたいと思います。今回はアドバンスオブゼータティターンズの旗の下に登場するヘイズルカイを作っていきたいと思います。発売日は2005年9月発売、販売価格は1430円となっています。このキット確か昨年買ったと思うんですけど、1430円っていう金額に驚きでしたね。さあ実際どのような感じになっているか、内容物をチェックしていきたいと思います。内袋は1つ、2つ、3つ。そしてランナーを開封してみました。このような感じのランナー数となっています。非常に少ないですね。さあそれぞれのランナーを見ていきたいと思います。こちらの方 A ランナー、こちらもヘイズルのランナーとなっています。こちらが B ランナーですね。結構ディテール細かく入っている方ではないでしょうか。結構好きな感じのディテールになってますね。このような感じのディテールとなっています。すべてランナーはヘイズルのランナーとなっていますね。こちらもそうですね。内部パーツなどのランナーとなっています。そしてこちらがポリキャップ。ホイールシールはシンプルなものが付属。そしてマーキングシールも付属しています。説明書ですが、このようなカラーと白黒の見開きタイプの説明書となっていました。工程数はそんなに多くはないですね。29工程ほどでしょうか。結構カラーページ多くて見応えがありました。余剰パーツですが、新規ランナーのため出ないですね。ポリキャップのみの余剰パーツとなっています。さあ、それでは胴体部パーツ見ていきたいと思います。まず構成なんですが、結構シンプルなんですが、パーツが結構色分けされていて、仕上がりがいい感じになってましたね。こちらグレネードランチャーは2種類から選択式で、今回はこの収納したタイプの方でいこうと思います。出来上がった胴体部分、このような感じですね。シンプルな作りではありますが、色味なんかは結構成型色で分けられている方ではないでしょうか。合わせ目などは少し脇の下から肩部分に出るような感じになっています。さあそれではトップパーツ見ていきたいと思います。トップパーツ結構シンプルなパーツ構成となっていました。このような感じで前後にはめ合わせ、そして他のパーツを取り付けという感じになっていますが、シンプルなんですが結構仕上がりいいですね。前後はめ合わせのため合わせ目はどうしても出てしまいます。このような感じの構成で、頭部のこの頭頂部の部分ですね、こちらはシールで補うような形となっています。さあそれでは続いてワン部パーツを見ていきたいと思います。ワン部パーツの構成も結構シンプルな構成となっていました。このような感じで完成。そしてマニピュレーターは平手とビームサーベルの握り手、そしてビームライフルの握り手が付属をしていました。結構単色なので、この辺りは非常にシンプルな作りとなっていますね。合わせ目はどうしてもはめ合わせのため出てしまうような構成となっていました。結構細かい部分言うと色分け少し必要にはなるんですが、かなりいいんじゃないでしょうか。このように肘の可動域がかなり大きいですね。二重の関節となっています。そしてこの上腕部も360度回転という感じの作りとなっていました。さあそして脚部パーツ、こちらのパーツも結構なシンプルな構成ではあるんですが、色分けされてますね。このような形でパーツが分割をされていました。そしてこちら足のパーツ、このような感じでかかとが浮くようになっていますね。そしてこちらを取り付けし、各パーツをつけてしまえば脚部の完成。シンプルな構成ではあるんですが、結構しっかり作り込まれている感じがしますね。
合わせ目はどうしてもこちらも出てしまいますね。はめ合わせのため出るようにはなっています。この黄色のパーツなんかもアクセントがあっていい感じになっているんじゃないでしょうか。足裏も肉抜きはありませんでした。さあ続いて腰部パーツ見ていきたいと思います。腰部パーツの構成もこのような感じで非常にシンプルになっていました。サイドファーマーつけてこれで完成ですね。バックのリアスカートは動かないようになっていました。サイドとフロントは動きますね。裏面のモールドというかディテールは基本ないような作り、シンプルな作りの腰部パーツとなっていました。この V の字のとこも色分けないですね。そしてバックパック見ていきたいと思います。バックパックもこの黄色いパーツをはめ合わせて成型色で少し色分けがされているといった感じです。そしてこちらビームサーベル差し口がついていました。このような感じですね。そして出来上がったものがこちら。こちらもちょっと色分けは必要にはなるんですが、結構作りとしてはいいんじゃないでしょうか。合わせ目はこのように少し出てしまいますね。そしてこちらスライドのギミックが搭載をされています。このようにスライドして可動域が設けられていました。このような作りとなっています。いい感じじゃないでしょうか。さあ続いて武装類見ていきたいと思います。まずこちらビームライフルからですね。このようなシンプルな作りとなっています。モナカ構造にはなっていますので合わせ目がどうしても出てしまいますね。この握り手の部分は稼働するようにできていました。色も単色なのでこのような感じの作りとなっています。非常にシンプルな作りですね。続いてこちらはシールド。こちらも色分けされてますね。細かい部分言うと色分けもっと必要にはなるんですが、いい感じじゃないでしょうか。そしてこちらがシールドブースターとなります。こちらもパーツで色分けがされていますね。このような感じの作りとなっているんですが、こちらもシンプルな作りではありますが、結構成型色でもいい感じに仕上がっています。そしてそれぞれのシールドブースターとシールドにはこのようにパーツを取り付けて、この位置にスライドではめ込んで持ち手をつけるといった形になっていました。両方ともこのような感じとなっています。ビームサーベルですが、いつものシンプルな作りのビームサーベルですね。このような感じとなっています。そしてこちらがマガジン部分ですかね。これをサイドのスカートの部分に取り付けができるようになっていました。こちらも色分けされていますね。さあ、それではパーツ完成したので、各部取り付けていきたいと思います。まず、この腰部との接続ですが、ボールジョイントでの脚部接続となっていました。このような下半身となります。結構いいですね。どっしりとした感じの太ましい下半身という感じでしょうか。前後へはこのリアスカート動かないんですが、このくらいまでは上げることが可能となっていました。そして両サイドへはこの位置まで上げることが可能となっています。そして膝ですが、このような位置まで曲げることが可能となっていました。膝少し曲げると中目立っちゃいますね。足首はこのように可動域が設けられています。前後へもある程度動くようになっていました。そしてかかとがこのように浮くので、結構可動域広めになってますね。この辺り考えられてますね。続いて上半身。上半身腕部との接続は軸でのジョイントとなっています。ポリキャップジョイントになっていますね。このような感じの上半身。そして可動域ですが、このように水平方向まではすんなりと上げることができるようになっています。前部分に関しても結構曲がるんですよね。こんな感じで前方方向へも可動域結構設けられていると思います。このような感じで握ることが可能になっていますね。結構可動域広めじゃないでしょうか。このような感じですね。そして先ほどワン部パーツの部分でも説明した通り、可動域このような感じで肘も結構な可動域を設けられていました。そして頭部はボールジョイントでの接続となっています。結構いいんですよね、この上半身。首はこのように左右ある程度、前後もある程度可動域が設けられていました。最低限の可動域はあるんじゃないでしょうか。結構動く方だと思います。そしてこのバックパックをこの3つの縦で接続するという感じのジョイント方法となっていました。この辺り少し特殊なんでしょうか。さあ、それでは下半身と軸でのジョイントとなって、こちら胴体部分はひねることも可能となっています。前後へはある程度こんな感じで動くようにできていました。
可動域も十分あるんじゃないでしょうか。いいと思います。さあ、それではガンダム TR1 ヘイズル回完成しました。さあ、ヘイズル回完成しました。どうでしょうかね、このいでたち。素組みでもかなりこのような色分けとなっています。細かい部分見ると結構色分けは必要にはなるんですが、このスラスターの内部とかですね、リアアーマーの部分なんかもこちらも色分けはいるんですが、素組みの状態だけでも結構見た目は仕上がってる感じはしますよね。私の中では結構なキットかなという印象があったんですが、特に値段がものすごく安いんで、その意味でもすごいなとちょっと感心をしてしまいました。可動域このようにビームサーベル握るような感じの動作も可能となっています。そしてビームサーベルを持たせた感じもこのような感じ。そして銃をこのように両手でグリップ握らせることも可能となっています。結構この太ましい感じと合ってますよね。この短いビームライフルですかね。そしてこのようにシールドブースターを背面のバックパック上に取り付けることも可能となっています。この格好もいいですね。さあ、それでは素組みのヘイズル回、皆さんは動画見ていただいてどのような印象を持たれたでしょうか。値段の割にはかなり仕上がっているキットなんじゃないかという印象を受けました。ちょっと手を加えてみたいなという思いもありますね。さあ、今回 HGUC144 分の1ガンダム TR1 ヘイズル回を素組みした感想ですが、2005年発売と古いキットで、しかも値段も1430円と昨今のガンプラからしたらかなり安い上に仕上がりもいいという両キットになっていました。色分けに関しては成型色での再現度も高く、素組みで組み立てるだけでも結構いい感じの見た目になります。可動域に関しても最低限の可動域もあり、上半身や腕部は十分なくらい動くのではないでしょうか。色分けは細かいことを言うと部分塗装が必要な箇所も結構あるのですが、それでも素組みでこのクオリティはなかなかいいんではないでしょうか。ガンプラ初心者の方でもヘイズルを知らなくても組み上げたらかっこいいので、ぜひチャレンジしてもらいたいキットになっていました。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。